あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ、見つけ師のあかねです。それではここで、アバンギャルディの、はい、本日の、メンバーはこの二人です。どうぞ。はい。準レギュラー、親アバンギャルディと、フカアバンギャルディです。はい。お願いします。もうね、普通に準レギュラー言うてもらったんですけど。はい。かっこいい。かっこいいよなすっかり。はい。すっかりベテランで。そうなんです。もう、ちょっと、かっこいいかかっこ悪いか分からへんけど、もう何回出てるか分かんないんで、数えてたけど、初めの方は。じゃあもう何回目かも自分でも分からないぐらい出てますよ、数えてください。ね。風花さんは久しぶり？そうです。まだおかっぱトークは2回目です。だからもう今日緊張してて。でも、確かにあんまり来てない人おるよな。ほとんど。結構来てない。1回とかの人ばっかりじゃん、結構ね。確かに。だからあなた2回目だ。2回目緊です。張してるんだ。緊張します。でも、親ちゃんやったから、なんか、いっぱい出てるから、ちょっと安心。確かに。先輩風吹かせれるかな。吹かしたってくれ。じゃあ、ですね、今日は5月10日なんで、あと、なんと5日後で、はい、です。はい。アバンギャルディのセカンドワンマンライブが、初日ですね。初日名古屋公演5月15日、水曜日です。はい。あと5日後に迫りました。やばいです。はねえ、ちょっともう、だから今は、もうがっつりその練習ばっかり。そうですね。投資練習も始まって、衣装も着て。それはね、それはもう5日前でそれやってなかったら、終わりですよ。はい。って言いながら、でも前回その1回目の時は、ほんまにそれぐらい余裕がなかったよね。そうですね。確かに今回は。だって多分5日前とかなっても何もまだ全部は完成してないとか、状況やったと思うんですけど、まあ、今回はちょっとね、その、ファーストワンマンから、まあ、ほんまに言って、3ヶ月とかしかね、経ってないから、2月からね。そう、まるっと3ヶ月なんで、まあなんかちょっと内容はまだもちろん言えないですけれど、まあなんかどんなライブになるのかっていうのを改めてね、なんか言ってほしい。なんか言ってほしいというか、聞いてるリスナーさん、どんなライブになるかなっていうこと。じゃあ、おやさんから。はい。そうですね。セカンドワンマンライブは、はい。まあ、普段踊ってるような曲もそうですけど、私たちがよく踊らせていただく曲も、ね、作品ももちろん、ありますし、まだ日本で披露してない曲もありますし、はいはいはい。まあ映像とかも、面白く、そうそう。まあこだわってます。ダンスとダンスの合間にね、ちょっと映像なんかもあったりするんで、はい。そこですね。今回も、まあ何かしらのテーマに沿って、撮ってるわけですけれども。はい。みんなはまだちょっとちゃんと見てないよね。そうですね。まだ完成したのは、まだ見れてない。私はまあちょくちょく見てるんですけど、かなり面白いもの。もう、腹ちぎれます。楽しみです。その時点でね。そう。だからアバンギャルディのライブっていうのは、まあ、ダンスのライブって言われたらどんなんかわからない方もたくさんいると思うんですけれども、どちらかというと、お笑いよりと言いますか。そうですね。なんか真剣に、笑いを追求して、練習して、映像ももちろんこだわってますし、MC の部分なんかも、たくさんリハーサルしてね。喋りの練習。喋りの練習も、喋りはちょっと自信ないチームなんですけど、それでも練習をたくさんしてね、全部ちょっと盛り上げていけるように、試行錯誤して考えております。はい。風花さんは見どころというか、このライブ、セカンドライブ。まあちょっと1回目と比べてなんか違うところがあったりするんかな。どうなんですかね。ところ的には。まず今回のテーマが決まった時、聞いた時に、もう、めっちゃ楽しみって思って、めっちゃ風花が好きな感じやったから、それがすごい、どんなライブになるのかなっていうのと、まず、
お客さんに見てもらったら、みんながどんな反応してくれるのかなとか、感想を聞くのとかもめっちゃ楽しみやし、はい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 。そうですね。早く言いたいです、このテーマ。だし、あと、なんかその、まあ、アバンギャルディって普段、おかっぱうん。制服姿ですけど、はいまあこのライブは、それ以外のうんうんファッションというか見た目でねそう。ですね。うん。その辺もめちゃくちゃ細かいとこまでねみんなでこだわって作ってますし、はい。だからそこも見どころだよ。そうです今ね。回はそのファーストワンマンとはまた違う新たな新ネタが結構盛りだくさんありはい。ますから、それもどうなるかね、どういう反応があるかも、はい。ちょっと楽しみだという楽しみです。ことでございます。で、まあ1回目がね、5月15日の水曜日名古屋公演があって、さらにその2日後、1、2、3日後か。3日後ですね、の土曜日は、福岡でライブがあって、で、次の日、日曜日、19日日曜日は広島はい。であるということで、まあこの1週間でね、来週1週間はもうライブ3公演あるということでございます。でも我々は初のね、名古屋、福岡、広島、はい地方公演はいなので、まあ大阪、東京と比べてどういう反応があるんだろうとか。大阪と東京でも結構リアクションとか違うから、違う。楽しみです。地域性がそうよ出るのでね。ね。そうそう。で、なんならあと3日後か、あさってだ。あさって、広島にまたアバンギャルディお邪魔させてもらってね、そうなんはい。最後にちょっと、またアピールして、広島の皆さんにアピールして、ライブ来てねという告知もね、うん告知イベントもさせてもらいますので、はい、ぜひ皆さん、ちょっとライブ見に来られる方は楽しみにということで、広島の方もぜひイベントうん、来てくれたら嬉しいで。嬉しいですすね。はい。で、まあもちろんね、このライブ始まってもう7月ぐらいまでこのセカンドライブっていうのがあります。はい。はい。で、海外ライブも控えておりますし、うん海外での公演もね。はい。そう。だから、でも最後までちょっとできたらネタバレ NG で。ほんまにそう。今回も確かに。お願いしますって感じで、見た感想も欲しいけど、うんうんうん。ちょっとネタバレは NG でってですよね。我慢。2ヶ月我慢してもらわないといけ我慢ない。ですよ。本当お願いします。それでは、曲に参りたいと思います。じゃあ、風花さん、はい。選曲お願いします。今回私がご紹介する曲は、おい。テイラー・スウィフトさんのはい。ペーパーリングっていう曲です。ペーパーリングはい。うん。で、最近私が毎日聴いてるんですけど、はい。がめっちゃ可愛くて、テンポ感もめっちゃ好きで、明るくなれる。うん。多分、恋愛ソングなんですけど、すごい明るくて可愛い感じの曲なので、うんめっちゃ好きです。はい。じゃあ、聞いてみましょう。テイラー・スウィフトさんでペーパーリングです。どうぞ。FM 大阪あかねクラブ。今日のおかっぱトークは、親アバンギャルディ、風花アバンギャルディが来ています。お願いしおます。願いします。はい。じゃあ、ここでですね、メッセージをご紹介したいと思います。はい。ラジオネーム、福島県の AMFM リスナー、武田さん。ありがとうございます。質問です。はい。皆さんが評価されて今まで一番嬉しい褒め言葉は何ですか？うん。自分は、おととしか。ザ・ダンスデーの予選でスカイハイさんがおっしゃっていた、技術の無駄遣いという言葉が大好きです。それだけ皆さんのダンススキルが高いというのを証明してくれたと思いますという、武田さんからのメッセージ。武田さんが、ね、このアバンギャルディの褒め言葉に対して、一番これが好きと言ってくれてます。うん。嬉しいよね。ありがとうございます。まあ、なんかあります？まあ、今まで褒められたりとかして、どう？風花さはい。踊ってて、笑ってもらえたりとか楽しんでもらえたりとかして、踊ってて皆さんが、笑ってる顔とかが見れたら嬉しいので、面白かったって言ってもらえるのが嬉しいです。なるほどね。確かに、ちょっと、まあ我々はね、基本的にこう笑ってもらえるようなパフォーマンス作ってますから、はい。そこをね、ここをちゃんと受けたっていうところですよね。はい。うん。おやすさんは。癖になるとかああ、そうね。言ってもらったら嬉しいですね。確かに。
個人的には個人、的には。あかねさんにはい、すごいとか言われたら嬉しいよね。嬉しい。すごいか。なんかあんまりあかねさんは、素直に褒めてくれないので、いやいや、違う違う違う。違う違う違う。私、この中で一番素直な人間やねんな。で、ダメなこともはっきり言うし、いいこともはっきり言うじゃん。で、そんな素直な人が、すごいって出てこないっていうぐらい、すごくないってこと。裏を返してみる。素直やねん、私は。いつだって。素直に、別にひねくれてすごいって言わへんだけじゃなくて、ほんまにすごいって思わない。だからそれだけ、ほんまにガチですごいって思ってる時はすごいって言うもんね。はい。が、それが嬉しいですね。そうですね。まあでもなんかこのライブの練習期間でも、ちょっとすごいっていう時もあったんじゃないですか私。すごいって。あるあある。るかな自分は言われてないかも。あ、確かに。桜は。そうやな。あ、言ってるよ。わ、すごいね。よく考えたね。とかはありますけど。私はですね、もう本当に、まあ、さっきも言ったように何回も見て、面白い作品とか、そんなんもうありがたいんだけれども、やっぱりもうシンプルに天才って言われるのが嬉しいですね。ジーニアス。ジーニアスって言われてましたもんね。そう、だから、サイモンさんに、もう天才だなんだって言われた時は、ね。3日ぐらいサイモンに言ってたよね。そうよ。口癖のようにだ私ジーニアスだから。ジーニアスなんで、ジーニアスでございますとか言ってた。その通りです。いやいや、でも、天才とかね。うんまあそういう風に言っていただけたときはもう、嬉しいなって。そんなことないんですけど、と思いながら。いや、でも、自分でほんまにいやいやいやあそうそうそう、思うときもありますよ。言う時もほんまに。ありますよなんでかって、だって、こんなんよう思いついたな、とか。思うもん。ちょっとぐらい。回しててよ。でもなんかまあ、そうね、スカイハーさんが、技術の無駄遣い。これもね、ありがたい言葉ですよ。そうで、まあ、ダンスでね、で、出てきたから、まあ一応、あれですけど、今年はアバンギャルディ出るでしょうとかね、出ていつ出るんかなみたいな、たまにいただくんですけれども、楽しみにしてますとか、まあ今年は、ザ・ダンスデーは出演しないという報告はい。ございます。アバンギャルディは。はい。まあ、もちろんね、このダンスデーにいろいろチャレンジして、我々もね、強くなりましたし、知りました。AGT、ゴットタレントに出演して強くなりまして。うんで、まあ、初めてよな。だからまあ、アバンギャルディ結成してこの大会とか、コンテスト、オーディションがない1年。確かに。うん。大会がないです。そう。去年は、特に、もう年明けスタートから、ジャパンズゴットタレントに出たり、ね、ダンスでアメリカズゴットタレント出てとか、なんかいろいろ勝負する機会があったんですけど、今年に入ってね。逆にだから、ステップアップできたというか、お仕事の方もね、一生懸命に頑張って撮影だったりとか、CM 撮影だったりとか、いろんな新しいことにチャレンジして、だからまたちょっと違うステージに出るのかなとは思いつつ。そうですね。自分たちのワンマンライブそうよ言ってること。そう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 。ほんまに、セカンド控えめも。そう。うん今年入って、ファーストワンマンライブ、セカンドライブと、ちょっとね、続いてライブもやらせてもらって、ありがたいでございます。ありがたいそう、だからまあ、またね、なんかわからないですけど、自分が私がね、なんか、ちょっとやってみたいなとか思う何かあれば、なんかそういうのにもまたチャレンジするかもしれないし、まあでもそれはほんまにいつだって何事もね、チャレンジし続ける精神は変わっていないので、だからまあ、ダンスデーもね、今年もあって、今年はなんかキッズダンサーも出れるって。だから生放送じゃないんですってね、今年は。だから収録してっていうの関係で、キッズダンサーも出れるってことなんで、またなんか、今までの大会とはまた違った感じでね、なんか放送されるんかなって言って、視聴者として見るのめっちゃそうそう、初めてですから楽しみだし、で、一回大会から一緒にずっと出てたパワーパフも、パワーパフボーイズも今年で出るみたい。今年出て決勝も決まったっていうふうに言ってたんでね、パワーパフも応援しつつ、ね。そう。だって、
私去年ほら舞台一緒に出てた、梅坊の舞台出た、エアフットワークスのジョニー、鉄棒のね、うん。ジョニーさんもまた出るって言ってましたから、めっちゃ楽しみでございます。はい。ね、ダンスでない、初めての年。初めてね、でございますよ、ということでね。はい。他もう一個、紹介しようかな。八王子市のソコアバディさん。ソコアバディさん。はい。そこは、どういう意味なのそこアバディさん。そこアバディさん。もうそこはええねん。そこはええねん、そこだけにな。ちゃうんですよ。運動会で、アバティとラブトキジャージを着てたら、学生たちがアバンギャルディの動画などを見てくれていて、先生動画見たよと言っていましたって。この方は、先生なんですね。先生が、アバンギャルディのグッズの T シャツと、私がプロデュースしている、ラブトキシクっていうブランドのジャージを着てくれてるんだ。ありがたいです。で、知らない子にはまだ見てないのと教えてくれる学生もいます。嬉しい。アバンギャルディのファンが一人でも増えるように頑張ります。ありがとうございます。先生、ありがとうございます。あかねさんに質問です。メンバーの皆さん、リールなどの振り付けや構成はどんな時に思い浮かぶのでしょうかって。おやすさんはちょっとリールな、全然あんま得しない。そうか。しないしない。でこの前、一緒に撮ったみたいな。いや。ダメ。ごめんなさい、頑張りいや、ここでね、頑張ってる人がいるんですよ。この、ふうかさんという方はね。ふうかさんすごいですよ。この方は、もうほぼ毎日投稿しています。そうですね。これは、なんか、ふうかさんに一番聞きたいですよ。どういう風にリールとかね、この TikTok 撮るのに、はい。何を、からこう、インスピレーションとか、インスパイアされてんすか？でも、常に移動中、まあ寝る前とかかなに、もう、TikTok とか、インスタのリールとかをバーってめっちゃ見て、で、いいのを見つけたら、こんなんしたいな、これをちょっと変えてやりたいな、とかっていうのを全部保存して、なるほど。で、やってます。まだ基本的に何かから、こう、そうですね。カバーしてるみたいなことかな。はい。でもなんか、そうよね。新たに作る人ってすごいよな。すごいですよそういう意味ではね。な。めっちゃ思います。私はでも、確かにね。リール。でもリール、バズるからな。私が考えたらバズるからな。ジーニアスですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやそう、なんか、もうなんかでも、まあ、そうね、アバンギャルディもだからある意味そうやもんね。だからこう個性的な、なんか見た目してると、ね、こうバズりやすいんかなとか私は思ったりするけど。あとなんかそのギャップというか、こんな格好してるけどダンスめっちゃうまいんかいとか、ダンスは本気なんかいみたいなとことかなんかなとか、あとはまあほんまロケーションとかもね、まあメンバーみんなもめちゃいろいろ気にして撮ってると思うけど、メンバー1フォロワーが多い野中さん、野名さん。彼女は言ってたのは、なんか抜け感後ろが壁じゃなくて、なんか奥が抜けてる方がバズりやすいって言ってました。なんか、そんなんあるんやと思って。じゃあ参考にするわとか言って私。なんかでも空映ってたらいいとか。行く。そうなんや。空映った方が、青空が映ってた方が、曇り空はダメ？まあ青空の方がなおよし。そうらしいか。ね。確かに。野々さん、場所選ぶのもやし、撮るのも上手で、そうなんや。画角の調整とかもすっごい上手で。編集もうまいよな。うまいです。すご。一緒に撮りに行ったら、私のやつ撮ってくれたりとかするんですけど、自分で撮るよりも、やっぱり全然違います。違うよな。バズってるほんで。バズったりバズらんかったり。でもさ、アンランマーとかやつバズってたよ、めっちゃ。あれは、もう野名さんプロデュースなんで。そう。はい。マジすげえ。すごい。でも私もすごいかな。いいんですよ。まあこれは、
まあ、鈴木亮平さんのおかげなんですけど、鈴木亮平さんとね、うん。アバンギャルディがコラボしたシティハンターのやつ、大バズり。伸びるの早かったですよね。はい、5日も経ってないんか。4日ぐらいで1000万いきました。ビール再生回数がね。すごい。 X とかでも回ってます。マジだよな、はいなんか誰かが上げたやつそう、画面録画したやつをな。が、すごいよな。鈴木亮平さんのキレキレなダンスも相まってね、はい。こんなことになりました。うん。よかったです。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、もう、あっという間のお時間でございます。はい、ちょっとこっからもうほんまにね、再度、このまだ聞いてくれてるリスナーの方で、アバンギャルディのライブって、そんな、って言って、まだいらっしゃる方のためにですね、はい。はい。ちょっと告知してもらいたい。はい。で、まずはですね、まあ、5日後に迫りました、名古屋市芸術創造センターであります、うん。初日のね、ツアー初日の公演、名古屋公演はですね、こちらもう完売しておりますチケット。ありがたいことですね。ございます。はい、完売しておりまして、まあでも当日券があるかどうかちょっとまだわかんないんですけど、そういうのもあるかもしれませんという感じで、まあでも売り切れています。で、次なんですよ、次。はい。はい、ここちょっと、じゃあ、風花さん、お願いします。はい。5月18日土曜日、はい。福岡市民会館、うん。 17時15分会場、18時開演です。そう、夕方。はい。夕方、まあ、ほぼ夜やね。そうですね。夜公演。ちょっと遅い時間なんですけれども、うん。福岡。こちらはもうまだまだチケットございます。何せね、このホールめちゃ大きいんですよ。福岡の中でも。大きいホール。うんはい。ここでやってまだチケットがあるということなので、はい。い。ちょっとゴールデンウィークはまだあんまり、旅行とか行けなかった方うん。などは、ちょっともしよかったらね、福岡は美味しいものもありますし、たくさん。そう、だからちょっとゴールデンウィーク、って感じの方は、福岡に、ちょっと遊びに行ってほしい。うんで、アバンギャルディのライブ見て次の日は、うん。思う存分ね、福岡堪能するでもよし。はい。旅行ですね。旅行来てほしい。うん。うんで、続きまして、じゃあおやすさん。はい。5月19日日曜日、はい。広島です。広島国際会議場、フェニックスホールはい。で、15時15分会場、16時開演で、ライブさせていただきます。はい。はい。これはちょっと夕方チック。だから、夕方夕方チックなんですよ。はい。だから、見て、で、夜ご飯は広島でね、うん。美味しいもん食べてまた。うん。で、帰っていただくと。大阪に。もちろん日帰りでも帰れます。はい。広島ね、意外と近いんですよ。私も告知の PR でね、行った時に思ったんですけど、めちゃくちゃ近い新幹線であっという間。へー。めっちゃいい。行ったことないです、広島で。広島のご飯もめっちゃ美味しいし。わー。何食べたんですか？広島はね、なんかね、おにぎり食べました。おにぎり。でもなんか有名なおにぎりがあって、なんかマツコさんとかも好きとか言って、有吉さんもなんか絶対行ったら食べるとか言って、気になる。なんかめっちゃ愛されてるおにぎりがあって、おにぎり屋さん。楽しみですね。でも、広島だからお好みとかあるじゃん。あ、そうです。そうですだね。からそういうのもね、よかったら行って食べてみてください。食べてみてくださいよ。ライブ来てください。そうです。で、その次の週になりますけど、5月24日金曜日、こちら東京でね、はい東京の、まあ、渋谷公会堂、渋港です。LINE キューブ渋谷。こちら6時半から、まあこれ平日なんですけれども、はい。金版でございますね。6時半から開演でございますが、はいこちらの方もチケットが、ソールドアウトという。ありがとうございはい。ます。ありがたいでございますが。まあでもそんな感じでね、福岡、広島がまだあるということなので、チケットがあるので、大阪の方もぜひ、関西の方もぜひ見に来てほしいなと思います。はい。お願いします。本当に、笑けますんで、うん。笑けます。うん笑けるライブなんです。公演ごとにね、ちょっとずつ内容も、ちょっとね、あり違ますったりするし違います。はい。アドリブとかも。もうすでに違うことが決定してます。そうですね。なので皆さんぜひ、はい、遊びに来てください。
そして、今週もアバンギャルディのメンバーのサイン入りチェキをお一人にプレゼントします。アカネクラブの X をフォロー、そして FM 大阪の X もフォロー、そして応募専用のポストをリポストしてください。アバンギャルディへの質問もどしどし送ってください。このメッセージはね、私たちみんな目を通してるんですけれども。はい。まあ、メッセージやったらね、ちょっと感想とか、ライブの感想とかもね、嬉しいね。前回いただけたんでしたっけこれ。感想。言ってました。ちょっと、うっすらね。うっすら。どんどん送ってきてください。どんどん送ってください。お願いします。はい。ということで、あっという間のお時間でしたけれども。はい。ありがとうございました。ありがとうございましありがとうござた。います。じゃあ、おやすさん最後に、はい。今週の選曲お願いしま今す。週は、うん私の大好きな藤井風さんおの、なんかいつもはさ、なんか懐かしいドラマのちょっと今見てないんですよね。あらバタバタで。見れてないんだ。見れてないなるほ。ど、じゃあ、好きな曲を私も好きな、田中好きな曲かけてごめんなさいね。楽しみにしてくれてる方はごめんなさいね。全然いいですよ。今日は大好きな曲をかけさせてください。はい。藤井風さんで満ちてゆくです。はい。どうぞ。ということで、今週のアバンギャルディのおかっぱトークは、親アバンギャルディと風花アバンギャルディでした。ありがとうございました。